皆さんこんにちは、さひです。イギリスから南アフリカまで2万 km の自転車旅。現在地はセネガルの首都ダカール。出発から約1万キロ走破した時に自転車ホイールが潰れてしまい、これ以上の旅が続けれないという状況になり、セネガルですら適合するホイールが見つからないということでかなり困った状況でした。そんな中、ヨーロッパでホイールを受け取り、セネガルにフライトで運んでくれるというありえないような奇跡が起きたんです。今日はそれをやってくれた旅系インフルエンサーゆかさんとのコラボで、題して旅歴15年バックパッカー女子の荷物大公開ということで、ゆかさんに登場してもらいます。イエーイ。あ、いいね、この。はじめまして。アフリカまで運び屋やってます。ゆかと申します。いつもは女の子の格好してメイクバッチリなんですけど。ノーメイクで。はい。このタンクトップの日焼け具合がめっちゃいい味出してます。こんな穴まみれですよ。東京歩けないね。こんなに、ね。はい。今は滞在先セネガルダカールの日本人のお家に滞在させてもらえているということで、カルピスが出てきました。はい。ちょっとカルピスをいただきます。奇跡の家。あ、カルピスそうだな。そうだ。乾乾杯。杯。お疲れ様です。サハラ砂漠お疲れ様でした。うわ、うまっ。もう匂いで泣ける。私、カルピス飲んだの。小中学校ぶり。小中学校ぶり？ほんと飲まないんですよ。あんまり。うわこれサハラ砂漠で飲みたかった。いやー、飛ぶね。飛ぶ。もう飛んだ。はいよ、荷物紹介せーってなってますね、これ。ほんまや。ほな、行きましょうか。いや、美味しいね。みんなも飲んでますか？カルピス。これ被りますか？せっかくなんで。チャムス。なんかそのイメージあります。あ、じゃあインスタで見てると。ああ、ゆかさんだわ。本当に、はい、そのつもりないですけどね。はい、じゃあ順番に。順番。キャンプ用品といえばまずテントですね。はい。テントはファイントラックさんのカミナドーム。めっちゃ頑丈だけど軽いこんなコンパクトなテントで。持たせてください。ポールは別です。それで4シーズンいけます。2層式。使いましょうか。そう、2層ですよ。モーリタニアみたいな、はい。暑い時はもうこれ。これはなんか、カヤなんすかこれ。いや、これは普通のメッシュの素材ですね。で、これが、はい。グランドシート。下に敷くやつですね。このグランドシートもセット。別売りです。あ、これ別売りだけど、まあ、あった方がいいなと思って。はい、次。テント終わりまして。お隣は青いやつ。マットレスです。インフレータブルの膨らますタイプです、ね。膨らますタイプの。かさばらないかつ、あと何より一番保温性が高いんで、冬とかだとどんなにいい寝袋持ってても、地面の温度でどんどん体温奪われちゃうんで、これモンベルさんのですけど。広げてみますね。どうぞ。うわ、めっちゃ気持ちいいやん。そう、膨らましてないのに。早い早い。枕別売りのやつ。しっかり空気入れたら、地面につくってことはないですね。その保温性はしっかりしてる。モンベルさん、スポンサーをしております。じゃあ、お隣お願いします。寝袋です。寝袋は2つ持ってますが、今回はアフリカなんで、普通に春秋用のモンベルさんの3番かな、ダウンハガーっていう寝袋を使ってます。この子何年目だろう。もう10年使ってます、ね。これ10年？なんせモンベルさんのダウンハガーがですね、寝心地が究極にいいんですよ。ちっちゃいっすよね。うん、結構。確かに安物の寝袋に比べたらもう本当に買い物にならないです。ダウンの質が違うんで、縮めたら収縮はするけど、広げた時に一気にふわってふわなんで、新品はもっとふっかふかです。この子も10年選手なんで。ちなみにもっとごつい寝袋も持ってるんですか？はい、冬用厳冬期用マイナス20か30ぐらいのやつは持ってますね。ってなると、やっぱ倍ぐらいの大きさ？倍までいかないです。ほんとこのぐらいかな。ちょっと待ってくださいね。はい。それより全然ちっちゃい。これ寝袋？これも一応日本なんです。ああ、ナンガさんか。はい、ナンガさんももう2大トップぐらいで、もう寝袋といえばナンガさん。逆に朝日さん、サハラ走ってんのにそれ持ってるんだっていう。皆さん多分思ってたと思うんですけどね。いや、ちなみにこれ、使わない。ほら。ただね、ヨーロッパではこれはめちゃくちゃ役立ったんですよ。あ、もちろんもちろん。持ってください。重いし、
や、ナンガさんすごいいいブランドなんですよ。もう。なんなら一番寝袋で有名ってぐらい信頼できるけど、多分もっとね、軽いやつもあるだろうし。あー、なるほどね。うん、やっぱでかいな。これすごいっすね。ちっちゃ。だからその、かわいい赤ちっちゃ。なるほどです。ちゃん。うん。寝袋は軽くできますね。ナンガさんにお願いして。軽いのも試させてください。ほんまや。次は小物ですかね。小物。お皿。お皿。お皿とカトラリーとはい。五徳ナイフですね。こういう折りたためる。おー。あとまあ私鍋も軽量化。日本だったらでっかいの使ってるんですけど、アフリカそこまで料理しないかなっていうのがあって、食堂で食べちゃった方が早いんで。はい。だからもう最はいはい低限のお湯沸かせるやつ。で、これがバーナガス管をガッチャンってして、こうなるんですね。ー。そうです。日日本だと結構大きいの使ってるけど、あんま使わないから最低限のでいいかなと思って。で、はいちゃんと環境に優しい洗剤。食器用洗スポン剤ジそうです。持ってきてます。キャンプ場とかって、もう川とかも自然の中だから、はい普通の洗剤は使いたくないんですよね。モンベルさんで買ったやつ。へー。で、はい。これ何ですか？これは、ウォーターボトルの代わりですね。キャンプ場とか水場まで遠くて、はいテントを何回も往復するのめんどくさいんで、はいはいはい。タンブラーとはまた別で予備用の 1.5 リットル入る。ちなみに、キャンプするときもそうなんですけど、旅しながら飲み水ってどうしてんすか？アフリカはもうほぼ買ってますね。ミネラルウォーター。1.5 リットルのボトルとかをうん、ザックに刺してるみたいな。そうですね。そう。感じですかねいつもタンブラー持ってたんですけど、ガーナに置いてきちゃったので。あ忘れちゃったから。今回あたりで迷子になっちゃった。誰か使ってくれてますよねっていう。なるほどです。で、あとは、はい。まあ電気系ですね。吊るすタイプの電気で。まあ一応 LED ライトだけど、こっから充電もできるし、もし USB でチャージしたいものがあったら、ここからアウトプットで充電もできる。ヘッテンだけでもいいんですけど、これ、ブラックダイヤモンドさんのやつ、結構よくって。ヘッテンって言うんですか？ヘッドライトヘッテンって言っちゃうんですけど。なんでヘッテンって言うの？私の周り結構ヘッテンって言うんですよね。はい。うん、でもこれだけだと明るすぎちゃったりとか、ゆっくりこう、わかる。本読みたいとき、わかるわかるしかも、わかる。はうっい。としくないですか、はい重たいから。はいだから、外、移動するときとかトイレとかはこれでいいんですけど、テントは快適に過ごしたいから、そうですね。これは持ってます。これ、モンベルのデイパックですね。カバン、基本これしかないんで、はいもしキャンプしてて、テントとか荷物置いてどっか遊び行きたいなっていうときは、ここに水とかスナックとか入れて、デイトレッキング行ったりとかはい。してますね。ガジェット貴重品類。はい。はい。貴重品は基本このショルダーですね、一応。ここにいつもつけるような感じで、これにお財布とかパスポートとかは入れてます。街歩きは普段もう、これと、私お財布こういうちっちゃいのしか使ってなくって、これに最低限の現金だけ入れて、これファスナー付きのパンツだから、もう見た目お財布入ってないんですよね。これで歩いてても。で、これでプラプラしてるから、私は15年旅して一度もスリに会ったことがないです。ファスナー付きのパンツっていうのは結構大事じゃないですか。めっちゃ大事で、なかなかないんですよ。これもモンベルさんなんですけど、いつも街歩きはどこ行くにもこれですね。なるほど。手ぶら。で、あとガジェット。普通にバッテリー。私はもうこれだけです。電気はほぼほぼ獲得できる。場所によるかな。電気ない生活しょっちゅうしてるんで、田舎でホームステイとか。うん。でもそういうところに行くときはスマホなくても困らないようにしてから行くんで。ないはないでいいかみたいな感じ。そうです、そうです。これはラップトップですね。ラップトップです。はい。13インチの MacBook Air です。AirPods 必要。インスタ360 X4 ですね。でも全然使ってないです。で、これは充電ケーブル系です。アダプターとか。アダプターとかも全部ここですね。こんな感じで。Kindle。お供です。大切。県外が多いじゃないですか。そうですね。モーリタニアとかも。で、空き時間も充実させたいんで、景色とか楽しむにしても本は読みたいから、紙のやつでもいいんですけど、読み終わった時にかさばっちゃうし、どうしていいかわからなくなっちゃう。でも Kindle だったら、これでもうすでに30冊が入っていて、で、また新しい本読みたくなったらいつでもネット環境で購入ができるんで、Kindle は本当に持ってきてよかったって思ったし、一番持ってきてよかったなっていう。
アイテムですね。本を読む人からすると。iPad mini とかじゃダメなんですね。眩しい。眩しいです。目が。だかきついっすかやっぱりらそう目が疲れるから Kindle も疲れるんじゃないかなと思って紙の方が絶対読みやすいと思ったんですよ。で読み始めたらめちゃめちゃスラスラ読めるし、明るさとか文字の大きさも全部調整できて、これ確かに見やすい。本当そうだから Kindle の方が紙よりも私は読書の数が増えましたね、紙の時より。でこれは、必需品じゃないんだけど個人的に毎回欲しいもので、洗濯キットなんですよね。洗濯してから乾く前に出発みたいになることが多いんで、生乾きは嫌だから綺麗に乾かしたくって。折りたたみハンガー？そうです。100均ですかこれ？いやセットで Amazon で安く売ってたかな。そんなんあるんですね。これは全然必須じゃないんですよ。いやそんなんいらんしょみたいな人が多いと思うんですけど、綺麗に干したい。そうだからね、絞ろうと思ったら絞れるんですよ、こんな荷物。でもあったら快適みたいな、ちょっと幸福度が上がるグッズです。洗濯はどうやってんですか？手洗いです、毎日。そう手洗いの洗剤、石鹸。タンクトップとかシャツとかも合計4枚しかないんですよね。だから毎日洗わないと間に合わなくって。じゃあもう普通にシャワールームで。そうです。石鹸ゴリゴリっていう感じなんですね。特に折りたたみバケツとかバッグの中で洗うとかじゃないですね。あれは一番最初使ったことあるんですよ。使ってみて全然洗えないし、ただかさばって邪魔だと思ったんで、あれは私はおすすめできないですね。そう。で、歯ブラシは日本製がよくって、たくさん持ってきてます。外国のって歯ブラシめちゃめちゃでっかいんで、あと大切なんで、フロスとマウスウォッシュは持ってきてます。本当に歯は命。これは常備薬入ってます。あんま使わないですけど、痛み止めだったりとか。これは生理用品です。フォロワーさんに今から荷物紹介の動画撮るけど何が一番気になるって言ったら、私アカウントが女の子のために旅行情報を発信してるんで、そういう質問が一番圧倒的に多かったんですよね。生理用品気になりますみたいな。相当こだわりがない限りは海外どこでも日本と同じぐらいのクオリティのものは買えます。全くない国あるかはわからないですけど、そんな大型の首都のスーパーマーケットとか行かなくても、ちっちゃい薬局とかでも絶対ヨーロッパ製の生理用品あるんですよ。でこれは洗面用具です。なんか昔は女子っぽい。女子っぽいでしょ。これ女子っぽいですね。今回初めて買ったんですよ。なんかよく紹介されてるから、でもこれかさばるし重すぎでしょと思ってたんですよ。でも結局いちいちこうやって床とかにシャンプー置くのも嫌だし、これだともう普通に吊るしてシャンプーとか好きなもの取って使えるんで、これはかさばるけどスタメンになりました。フェイスウォッシュ、乳液とかシャンプー、あと乾燥が激しいからアルガンオイルとか、あとはカミソリだったりこういうネット、石鹸ですね。そんなもんかな。これなんですか？これ虫除けスプレーです。日本？現地で買いました。どこでですか？普通に薬局で。いや、そう国です。ナイジェリアかもしれないですね。日本から持ってき忘れたとかじゃなくて？日本から持ってきたんですけど全然効かなかったです。やっぱ現地の虫には現地のものしか効かなくって、でマラリアとかの予防は大切なんですけど、じゃあ予防薬副作用強いのに、毎日6ヶ月間も飲むってなると逆に危険なんで、蚊帳とか虫除けの方が大切なんですけどそれで現地で買いましたね。はい、あともうほぼ終わりですが、あとは服です。ビキニ大切。水着絶対ビキニは持ってって、どこでも、海もプールも泳いで、そう、川でもどこでも。これはちょっと寒くなった時にすぐ羽織れるようにウィンドブレーカーですね。ちょっとしたジャケットだけ別で外に出してるんですが、これに4シーズン春夏秋冬の服が全部詰まってます。世界一周もう何年もこれでいけるっていうスタメンの服。そう、さっきもライブで質問聞いたら荷物に関する収納術というか、コンパクトにする技も知りたいですっていう方が多くて、基本、タオルは速乾タオルなのと、服もアウトドアブランド、例えばこういうモンベルさんの服とかのものがメインで買ってるんで、もともと超軽量かつ頑丈
かつ保温性とか、うん速乾性に優れてるものが多いんですよ。うんうんうんだから割と服何種類か入れてもそんなにかさばらないんですよね。軽いし、例あえばフリったかそうース、フリース、はい。メリノウールのおお。冬用のベースレイヤーですね。ユニクロのウルトラライトダウンとかあ、ウルトラライトダ持ってきてるウンんですけ。ど、やっぱりみんな日本人旅行者みんな持ってんじゃないかっていう。これは下のダウンですね。パンツの方。え、ユニクロですかそれ？いや、マーモットです。パンツですねおお、そんなんあるんですね。めっちゃふかふか。これはもう本当に質のいいやつなんで、冬シーズンはこれ着てますね。だからへえ。まあこれのレイヤーを重ねてったら、あはる程度の寒さは平気なんで、これはまあ中はあれだけど、普通に下着ですね。下着をこうやって袋にまとめてます。うんうんうん靴下とか。い。何セット？下着は、私上がこういうブラトップみたいなものはい。を着ることが多いんで、ほぼパンツのみで、パンツは4セットぐらいだと思います。4、5セットあったら全然困らない。ほぼ毎日洗うんで。今年の旅はキャンプグッズを導入したって言ってたじゃないですか。はい。正解だと思います？大正解。あんまりキャンプしない人からすると、うんもう節約のためにテント持ってった方がいいかなっていう感じで持ってくる人多いと思うんですよ。私は別に節約のためにやってるわけじゃなくて、はい。単純にトレッキングが最強なところは最強というか一番楽しいだろうっていうところはテント泊じゃないと嫌なんで、特に去年の投稿を見ていただいてる方はわかると思うんですけども、本当今までにないような絶景のトレイルいろいろ行ったりとか、あとボツワナで例えばキャンプ場でテント開けたら象がたくさん歩いてるとか、はい。そういう自分がずっと夢見てた経験をテントのおかげでできたんで、やっぱロッジとかホテルではできない。うんうん。だから自然とかアウトドアとか、ん動物好きな人は絶対キャンプの方がいいかな。へえ。じゃあ、うん。これをパッキングして最後に重量を測りたいと思います。なんかテストみたい。20キロあれやないかってね。よっしゃ。ザックに関してはもう体のフィットと収納とかアクセス頑丈性重視してるんで、テントとかは割と何グラムかって見るんですけど、ザックは一日中担いでるから、だから体がより疲れないものがいいんですよね。容量は55かな。毎回そのサイズ買います？そうですね。55を超えたことないです。50ですね。やっぱ入れる順番があるんですか？あります。軽いものは下、はい。重たいものは上の方もしくは背面の方に入れてますね。軽いもの下？下です。あ、そうなんです重いもね。のは重心は上と背中の方に、背中に来るようにしないと。内側ってことですね、こっちの。そうです、そうです。じゃないと疲れるんで、なるべく上ですね。へ下よりえ。かは上。じゃあ、計量してみましょう。はい。ほっ 14.5？ 4.45 ぐらいです。15超えてない。はい。すごい。背負ってもらってもよろしいでしょうか？はい。おお、何その紐。あ、それで持ち上げてるんですね。ここをフィットぐーっと。させないと疲れるんで。へえ。いやー、ありがとうございました。ということで今日の動画はこれで終わりです。旅歴15年バックパッカー女子の荷物大公開でした。イエーイ。ありがとうございます。ゆかさんのインスタグラムも皆さんチェックお願いします。チャンネル登録お願いします。よろしくね。いいねもよろしくね。さよなら。バイバイ。